人の性格によってはアーティストに向いてない人がいるようです。こんにちは、粟田洋介です。今回の動画ではディスク理論をもとにアーティストに向かない性格があるということと、4つの性格のタイプ別に作品作りの仕方を考えていきたいと思います。ただ自分の性格がアーティストに向いてるか向いてないかってことよりも、作品作りが好きか嫌いかということの方が重要だと私は思っています。なぜなら好きであるっていうことは行動の原動力だし、自分がどのタイプか知ることによって自分の行動パターンや創作活動をやる意味を再確認して自分に合ったアート作りをすればいいからです。ディスク理論とは個人を4つの性格、特性に分類することで仕事のパフォーマンスを向上させることを目的にしたものです。私にも行動パターンがあって、どんな仕事をするときも絵を描いたり立体作品とかその他のアート作品を制作するときも大体同じパターンで自分の長所を活かしやすいやり方で仕事をしています。なのでこのディスク理論を使ってそれぞれのタイプに合った創作パターンを考えることができると私は思いました。人の性格によってはアーティストに向いてない人がいるようです。ただ個人的に私はアーティストとはアート作品を作る人のことなので、アーティストに向いてる人っていうのはただ単に作品作りが心底好きな人だと思います。自分がアーティストに向いてないと思っちゃう理由の一つに、自分の性格に合わないやり方で作品作りをしている場合もあるかもしれません。自分に合わないやり方を捨ててありのままの自分で表現することによって私自身スランプを乗り越えたこともあります。ディスクには DISC の4つのタイプがあります。自分がどのタイプなのかを知るには、ちょっとこの図を見ていただくと、早い、遅い、仕事、対人って書いてあるんですけど、ちょっとご自身のことを考えていただいて、もしも決断が早い方であれば上の方に、決断が遅いっていう人は下の方になります。それから右と左に対人、仕事って書いてあるんですけど、例えば人と一緒にどこかへ出かけるときに、どこへ行って何をするかっていうよりも、誰と行くかっていう方が楽しみな人は、こっちの対人っていう方になります。そして、誰と行くかよりも、どこへ行って何をするっていう方が重要だという方は、こちらの仕事っていう方になります。そして上か下か右か左かっていうのを選んでいただいたと思うんですが、決断が早い。そして誰と行くかっていうことよりもどこで何をするかということを優先する方は D の主導型になります。そして決断が遅くてどこで何をするかっていうことが優先な方は C の慎重型になります。また決断が遅くて誰と一緒にということを楽しみだと選ばれた方は S の安定型。そして決断が早くて誰とっていうことが楽しみな方は I の感化型になります。あなたはどのタイプでしたか？それであなたが苦手なタイプっていうのはあなたと対角線上のタイプです。これはどれがいいとか悪いじゃなくてそれぞれのタイプに違う特色があります。今回の動画は苦手なタイプを攻略するソーシャルスタイル仕事術という本を参考にしました。それからいくつかのネットのサイトも参考にしています。この私が参考にした本とサイトの詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。それからネットでも無料でこのディスクの診断ができるので、そのリンクも概要欄に貼っておきます。では今度はそれぞれのタイプの特徴を解説していきます。まずは D タイプなんですけど、これは主導型ですね。歴史上の人物だと織田信長みたいなタイプなようですね。泣かぬなら殺してしまえホトトギスといった人ですね。D タイプの人たちは表情の変化っていうのがあまりないそうです。そして相手の目をしっかり見てお話をします。身振り手振りっていうのはあまりしません。そして興味の中心になるのは仕事とか課題で人間関係のことっていうのはあんまり興味がないようです。D タイプは決断が早くて自信に満ち溢れて行動力があります。そして責任感やリーダーシップ、そういったものも持ち合わせています。競争心が強く積極的でチャレンジ精神も旺盛です。そして成功したい、評価されたい、そういった欲が強いようです。それからプレッシャーを跳ねのける精神力も持っています。そして時には威圧的な側面もあって自己中心的に思われてしまうことも多いようです。
長所は決断力、リーダーシップ、そして自信家、問題解決力、効率性、イニシアティブ、競争心、戦略的、柔軟性、表現力豊か、そういったものですね。そして短所は独断、仕切りたがり、過剰な競争意識、人の話を聞かない、無感情、非協力的、発展阻害、利己的、対立しがち、チームワーク不足、そういったものが短所なんだそうです。そして向いてる仕事は CEO、経営コンサルタント、弁護士、外交官、政治家、トレーダー、軍人、警察官、プロジェクトマネージャー、不動産開発。そして向いてない仕事は心理カウンセラー、看護師、保育士、アーティスト、教育者、心理学者、カウンセラー、ファッションデザイナー、メディアプロデューサー、ソーシャルワーカー。そんな感じですね。さて、D タイプはアーティストに向いてないということだったんですが、もしあなたがアート作品を作ることが本当に好きなのであれば、この D タイプの特性を活かした創作の仕方を考えていけばいいので、これだけでアーティストに向いてないということにはならないと思います。次は C タイプ。身長型ですね。歴史上の人物には明智光秀が挙げられていました。泣かざれば話してやろうホトトギスと言った人ですね。このタイプの人たちは表情の変化っていうのが少なくて、目をあんまり合わせないっていう傾向にあるようです。そして身振り手振りはあまりしません。そしてイエスかノーっていう質問には即答しないそうです。まさに身長型なんですね。理論的に考えるのが得意で、計画的に仕事をします。間違いのないように何度も確認をします。そしてデータや資料を参考にしますが、鵜呑みにすることはなくて、要々な意見を聞いて検討した上で結論を出します。それから理論的に納得いかないと行動ができません。そして規律だとか手順だとかっていうのに忠実で詳細な注意を払います。だから作業に膨大な時間がかかるわけですね。でもその結果、正確な仕事をするんです。そして続いて長所なんですが、忠誠心、計画力、理論的思考、責任感、正確性、規律性、信頼性、分析力、期限厳守、品質管理、本当にきちんとしています。短所は柔軟性の欠如、リスク回避、他者への従属、変化への不安、意思決定の遅さ。そしてこのタイプに向いている仕事は会計士、法律家、監査役、事務員、内部監査役、リスク管理者、秘書。向いてない仕事は芸術家、起業家、クリエイティブディレクター、デザイナー、アーティスト、マーケティング、広告宣伝、ライター、インフルエンサー、発明家。こんな感じですね。さて、この C タイプもアーティストとか芸術家に向いてなかったんですけど、このケースももしご自身がアート作品を作るのが本当に好きなのであれば、C タイプに合った作品作りをすればいいだけの話なので、この結果だけではアーティストに向いてないとは限りません。S の安定型なんですが、歴史上の人物は徳川家康、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスって言った人ですね。このタイプの人は笑顔が素敵で、柔らかな身振り手振り、ソフトなアイコンタクト、そしてイエスかノーは自分の一存では決めないんだそうです。穏やかで協調性が高く聞き上手、また他者のニーズや感情を理解できるので、人への配慮や思いやりがあります。優しくて気配りができるんですね。そして地道に仕事をこなす粘り強さ、忠実に遂行する実直さを持っています。一つの事柄を地道に遂行できる能力に長けていて、与えられた仕事も忠実にこなすので、仕事ぶりには安定感があります。慣れ親しんだやり方、間違いのないやり方でやることを好み、変化は好みません。それから忍耐強くて過度なストレスにも柔軟に対処できるようです。優しくて人に気配りができる人たちのようですね。長所は忍耐強さ、協調性、安定感、信頼性、穏やかさ、チームプレー、誠実、継続性、忠誠心、責任感、そして短所は変化への不安、決断力の欠如、
自己主張の不足、対立回避、無気力、依存性、適応性の低さ、リスク回避、柔軟性の欠如、リーダーシップ不足。向いている仕事はカウンセラー、教育者、医療従事者、看護師、保育士、福祉関係、社会事業家、人材開発コンサルタント、心理学者、環境保護活動家。向かない仕事は販売員、技術者、設計者、金融関係者、企業経営者、投資家、マーケター、弁護士、アナリスト、事業家。こんな感じですね。向いてる職業にアーティストっていうのがなかったんですけど、この4つのタイプの全てがアーティストに向いているって書いてありませんでした。そして向いてないって書いてなかったってことは、すなわち向いてなくはないっていうことです。自分がアート作品を作ることが心底好きで、それでもって S タイプに合った作品作りをすればいいのではないでしょうか。最後は愛感化型ですね。歴史上の人物では豊臣秀吉が挙げられていました。泣かぬなら泣かせてみようホトトギスって言った人ですね。このタイプの人は表情豊かで身振り手振りも大きいです。そして人と目を合わせてお話をします。イエスかノーもはっきり言います。発想が豊かで楽観的、物事をポジティブに捉えます。また、朗らかで社交的であり、対人関係にも優れているので、積極的に人と触れ合う傾向にあります。なので、ムードメーカーだったりもします。熱意に溢れていて、人を励ましたり、楽しませたりすることが好きなんですね。それから他者の意見や感情に共感する能力を持ち合わせています。ですが、正確で綿密な作業や単純作業は好きではなくて、新しいアイデアやトレンドを好みます。長所は社交性、コミュニケーション、ポジティブ、人当たりの良さ、エネルギッシュ、モチベーション、クリエイティビティ、カリスマ性、問題解決能力、プレゼンスキル。短所が表面的、注意散漫、軽率、話が長い、短期的思考、古代妄想、責任回避、他者への依存、バランス欠如、現実逃避。なんかこの多くの短所が自分のこと言われてるみたいで耳がちょっと痛いですが、向いている仕事は営業、マーケティング、広報、イベントプラナー、ブランドマネージャー、コミュニケーションコンサルタント、メディアプラナー、スピーチライター、イベントコーディネーター、クリエイティブディレクター、向かない仕事、研究者、データアナリスト、システムエンジニア、会計士、財務アナリスト、インテリアデザイナー、経営コンサルタント、制御像の労働者、法律事務所のパラリーガル、データベース管理者。こんな感じですね。この I タイプも向いてる職業にアーティストが出てこなかったんですけど、こちらも同様アート作りが大好きなのであれば I タイプの特性を生かした作品作りをすればいいんです。今度は4つのタイプのファッションの話なんですけど、例えば男性のビジネススーツでもこの4つのタイプには特徴があるようです。ビジネススーツの色合いなんで、ちょっと限定されるかもしれませんが、もしかすると作る作品の好みもそういった特徴があるのかもしれません。それで D タイプの方のファッションの特徴っていうのが、例えばスーツは無地だったり、はっきりした柄、はっきりしたストライプみたいな柄が入ってたり、きっぱりとしたイメージがあるそうです。そして色もビジネスライクな色。例えば黒とかダークグレーとか紺、濃い色が多いみたいですね。あとはシャツも白とかモノトーン。あとは濃い寒色系。好む色は黒とかダークグレーとか、ネクタイもそんな感じの色なのかもしれませんね。でも時にはエンジとか黄色とか、D タイプの人はそういうきっぱり感があるみたいですね。それに対して C タイプの人たちは無地か柄がついてても目立たない柄、そしてモノトーンや寒色系を着ていることが多いようです。C タイプの人たちはきちんと感が強いみたいですね。そして S タイプの人たちはソフトなストライプとかチェック柄、そういったソフトな柄を好むようです。色は中間色、暖色系、あとは黒とか紺、そして茶色なんかも着ていることが多いようです。印象的にソフトで落ち着いた感じがするみたいですね。シャツの色もベージュ、黄色、オレンジ、ピンクなどソフトな感じの色ですね。多分パステルカラーみたいな感じだと思います。なので印象はソフトで落ち着いた感じがするそうです。
そして I タイプの人は多様な柄、無地、ストライプ、バリエーションがいっぱいあるそうです。色もグレーとか紺っていうのもありますが、もう多色で何でもありみたいな感じですね。シャツのタイプも色々なんですけど、なんか色のついたスティッチがついてたり、カフスボタンがつけてあったり、腕時計がなんかちょっと凝ってたり、そういった遊び心のあるファッションが特徴だそうです。柄も例えばキャラクターのものがついてたり、絵が描いてあったり、そういうのもあるみたいですね。I タイプの人は仕掛けのあるお茶目感が際立つようです。服の好みって、例外で着ているものと作品が全然違うっていう人もいるんですけど、作品の特徴とマッチしている場合がありますよね。かなり昔に私は公募展に出展していることがあったんですが、賞をもらっている人たちの作品と名前をちょっと覚えておいて、それで表彰式の時にその作家さんが着ている服の特徴を観察していたことがあったんですけど、特徴的で遊び心のある作品を描いている人たちはファッションにも遊び心がある印象を受けました。今度はそれぞれのタイプの決断の仕方を見ていきたいと思います。これは作品作りのアイデアの出し方と関係してくるんじゃないかと思います。まずは即断即決の D タイプ、主導型ですね。この人たちはメリット、デメリットとかで決めるようです。選択肢の中からもう2択ぐらいに絞って2つに1つですからすぐに決まっちゃうわけですね。自分が何を望んでいるかっていうことをすでに自覚しているそうです。ちょっと私はこのタイプではないのでなかなか想像つかないんですけど、 D タイプの人はこのパターンで物事を決めるんですね。そして同じ即断即決の I タイプの感化型ですね。この人たちは直感で決めるようです。何かを見た瞬間に、あ、これだって思うわけですね。実際によく聞くのは作品を見てこの絵が私に語りかけてきたとか、作品のモチーフと目が合ったとか、そういう言い方をする人たちがいるんですけど、そんな感じで物を擬人化してユニークな表現をするようです。作品作りでも何かからインスピレーションを得て、それでどんどんアイデアが湧き上がってきたり、そういう感じなんだと思います。で、今度はゆっくりと時間をかけて決断する C タイプの慎重型。この人たちは時間をかけて検討するようです。情報を集められるだけ集めて、時間をかけて納得するまで検討するわけですね。そして最善の答えが見つかってから決断するようです。このタイプの人たちは情報収集とか調べたりするのがすごく楽しいんですね。作品作りでも資料を参考にする時があります。ご自身が C タイプの方だったらもっとたくさんの情報で知識を得ると思うので、私が何か言う必要もないかもしれませんけどね。またこちらも時間をかけて決断する S タイプの安定型の人たちはみんなの意見を取り入れて決断するようです。自分で勝手に決めないでみんなの意見を尊重するわけですね。これもまた違う意味で情報を集められるので、いろいろな視点のアイデアを取り入れた作品作りができるんじゃないかなと思います。これもまた私の一つの意見に過ぎないので、その他にもご本人が S タイプの方はもっといいアイデアが出るんじゃないかと思います。この4つのタイプは感情と思考の強弱によって分けられています。そしてさっきの仕事の向き不向きっていうのを見てみると、感情表現の弱い D タイプと C タイプがアーティストに向いてなかったんでしたね。アートっていうのは感受性だったりとか情熱だったりとか、そういうものだと思うので、感情表現が少ない方がアーティストに向いてないってなったんじゃないかと思いますが、感情表現が弱くても作品作りが好きであれば作品を作るんじゃないかと思うんですね。感情表現が強いっていうのは感受性が強かったり情熱的だったり、なんか芸術的な感じがしますよね。弱いとか強いっていうと、強い方が良くて弱い方が良くないって思う人もいらっしゃるかもしれませんが、この強いとか弱いっていうのはいいとか悪いじゃなくて、思考が強ければより自分で考える。そして思考が弱ければ余計なことを考えないってことですね。感情もそうで、感情表現が強ければ情熱的だったり感受性が強かったりするんですけど、そういうものが弱いほど余計な感情に流されないってことになりますよね。そのタイプ別の行動パターンとか行動源の源になるものとか、そういったことをちょっとお話ししていきたいと思います。今度は思考の強弱ですね。
考が強い人たちは決定が早いのに対して思考の弱い人たちはゆっくりと時間をかけて決断します。例えば絵を描く人の中には筆が速い人と遅い人がいますよね。それでどっちがいいか悪いかっていうのはそれも人それぞれでどっちにもメリットがあります。例えば私は即興で絵を描くことが得意なんですけど、たくさん考えて作品を作っていくってことが得意な方もいらっしゃるんですよね。そういう方は即興で描くことができないって言うんですけど、私は計画っていうか、そのアイデアを練ってなんか描いていくっていうのはあんまり向いてなかったので、もう一気に描くっていうことをやったら、それが自分に向いてるってことに気づいたんですよね。また思考が弱い人っていうのはスロースターターであるっていうことに対して思考が速い人はすぐに取り掛かります。やろうと思ったらやらずにいられないわけですね。でもスロースターターっていうのもやるまでに色々考えるわけですよね。だから始める前に色々もうプロセスが始まってたりするのかな。だから案を練ってそれで書き始めるってことができるのかもしれませんね。例えばアイデアスケッチを何枚も書いて、それで下書きをしてみたいな、そういう風に仕上げた作品は一気にバーンって書いた作品にはない良さがあったりするんです。でも一気にバーンって書いた作品はそれはその良さがあるわけですよね。それで思考の弱い人は結果よりもプロセスを大切にする。そして思考の強い人たちはプロセスよりも結果を重視って感じですね。それはどういうことかっていうと、さっき C タイプの人は規則や秩序を守るっていう風に出てきたんですけど、これってもしかすると、例えば何かの絵を描くときに、この見たものと寸分のズレもない。その時に定規も使わなければ、何か写真を写すこともしない。これは全部テクニックで描いたんだ。まあそれで結果を出してますが、プロセスをすごく大切にする絵の描き方ですよね。それに対して結果重視の人たちっていうのは、私もそうなんですけど、定規を使おうが、写真を貼り付けようが、いい作品ができるんだったら何をしてもいい。そういう風に考えます。もうできた作品をわー面白いって思う人もいれば、これは全部手で描かれてるフリーハンドなんだ、すごい。そういった技術の方に感心する人もいる。だからどちらも長所なんです。そして思考の強い人は精力的に、でも思考の弱い人は慎重に。例えば絵を描くんでももう精力的にバンバンもうすごい勢いで描くっていうのも素晴らしいし、慎重に丁寧に仕上げた作品っていうのも素晴らしいですよね。どっちも好き好きだと思います。こういったことでも思考が強く感情表現も強い I タイプの人たちっていうのはクリエイティブっていうことだったんですが、 I タイプの特徴だけがアート作品を作るのに有利な特性っていうわけではないんですよね。では作品作りのスタイルを考えていくために、まずは感情の強弱によっての行動パターンとか好みっていうのをお話ししていきたいと思います。まずは感情表現の強い人たちっていうのは人が好きなタイプでしたね。なので人と一緒に仕事をすることを好むようです。そして感情表現が弱いタイプの人たちっていうのは物事を一人で進めるのを好むようです。一人で物事を進められるっていうのは創作活動に向いてますよね。ただ私自身は I タイプだったんですけど、結構一人で仕事をすることが好きだったりします。作品作りが好きな人たちっていうのは一人で作業することも苦にならないんじゃないかと思います。それから時間の使い方なんですけど、感情表現の弱いタイプの人たちは時間の使い方が計画的です。それに対して感情表現の強いタイプの人たちは時間の使い方はあまり計画的ではないようです。計画的ではない分、時間を忘れてなんか没頭したり、自分の好きなことを優先するとかってそういうことなのかな？ちょっとこれはわかりません。感情表現の弱いタイプの人たちは時間の使い方が計画的って言うんですけど、これはアーティストとしても長所なんじゃないかと思うんですが、どうでしょう？それから主観的であるか客観的であるかっていうことについては、感情表現が弱いタイプの人たちは客観的であることを大事にしますが、感情表現の強いタイプの人たちは主観を大事にするようです。客観的っていうのは第三者目線で見るってことですね。それは感情的にならないので、物事を客観的に見ることができるんじゃないかと思います。でも感情表現が強い人たちっていうのは主観的、自分がどう思うか、どう感じるか、面白い、つまらない、そういう風に主観的に見るんじゃないかと思います。だから感情表現が弱い人の方が冷静なんですね。
そして主観的ばかりじゃなくて客観視ができるってことは、人の好みに合わせた作品作りっていうのもできるんじゃないかなって思うんですよね。そして興味の対象も、感情表現が強い人は人に興味がありますが、感情表現が弱い人は仕事の事実とか情報に興味を持ちます。そして感情表現の弱い人たちはビジネスライクだったりフォーマルだったりするんですけど、感情表現が強いタイプの人たちはカジュアルだったり親しみやすい雰囲気を持っているようです。堅苦しくないっていうことですね。遊び心もあるっていうことなんでしょうかね。そして人に興味を持つっていうことは作品にも人間味が溢れるっていうことかもしれません。あとフォーマルビジネスライクっていうことでは、遊び心があるものだけがアートじゃなくて、なんか堅苦しいアートとかってあるじゃないですか。あとはなんか感情が入ってない冷たい感じの作品とか、好き嫌いはあるかもしれませんが、そういったものもありだと思うんですよね。これは子供の絵画教室やってる方から聞いた話なんですけど、子供に抽象画を描かせると感情が入っていないので飾りやすいから売れるっていうことをその方はおっしゃってました。だからその方は子供が描いた作品を販売するように勧めてるそうなんですけど、なんかすごい売れるみたいなんですよね。この情報が全て役に立つかどうかはわかりませんが、もし自分が自分の特徴に合っていて、それが自分らしいと感じていて、負担がなく楽に作業ができたりしているのであれば、すごくいいと思いますし、なんか作業がやりづらい、自分らしさっていうのがなんだかわからない、などなど、そういった場合は、この性格パターンを考えてみると、なんか自分に合わないやり方でやってたなって思うこともあるかもしれないし、自分のタイプのやり方をやってみたら、もう快適に作業がはかどる、そういったこともあるんじゃないかと思います。ディスクの診断をしてみて、私は I タイプの感化型だったんですが、すごい当てはまってるなっていうものもあれば、ちょっと違うなって思うこともありました。同じ I タイプでも S タイプによってる I タイプもあるし、D タイプによってる I タイプもあるようです。私は S タイプよりの I タイプだと思います。まあ当てはまってすごく自分で合ってるなっていうやり方でやって、合ってなかったらやらなきゃいいだけだと思っています。長所と短所っていうところが出てきたんですが、自分がそんな得意じゃないと思っていることが長所っていうところに出てきて、自分でそんなに得意じゃないと思ってたことがもしかすると得意かもしれないって思えたり、そんなに得意だと思ってなかった理由は、例えば子供の時の体験とかがきっかけで得意なことを封じ込めてたっていう場合もあるし、短所っていうことを知るのも自分がもともと苦手なことだから、人の何倍も何倍もやっても人並みほどにもできなくて、それで人から怠け者だとか言われて、もっと頑張らなきゃもっと頑張らなきゃって苦手なことにどんどん時間と労力を取られたりして、それでも自分は怠け者なんだって思い込んでいたのが、実は最初から苦手なことだから、人並みに近づくだけでもものすごい努力をしてて、その努力を得意なことに活かしたら、もっと効率的に才能を伸ばすことができるじゃないですか。作品作りのパターンっていうのも同じで、このディスク理論っていうのはそういったことにも役立てると思います。そして向いてる仕事、向いてない仕事っていうのも I タイプで向いてない仕事っていうのでやりたいことなんて一つもなかったし、向いてる仕事にスピーチライターっていうのがあったんですけど、私はそんなに言葉が得意じゃないのでスピーチライターは向いてないんじゃないかと思います。こういう様々な性質の人たちがいて、こういうことを知っていくとダメな人間なんて一人もいないんだなって思います。例えば D タイプの主導型の人たちを見て、すっごい冷血で威圧的で偉そうで人の話も聞かないし、嫌なやつだって思うかもしれないけど、この人たちは仕事とか自分のやるべきことっていうのが大事なんであって、ちゃんと心や感情も持っているし、すっごい決断力もあって、リーダーシップにも長けてて、問題解決能力もあるし、プレッシャーにも強い、そしてすごい好奇心があって、行動力もあります。すっごい人たちなんですよね。それから C タイプの慎重型の人たち、融通は効かないし、真面目すぎるし、仕事は時間かかるし、イライラする。そういう風に思う人もいるかもしれないけど、もうほんと責任感があって、規律を守るから問題を起こさない。ほんと的確だし、すごく正確な仕事をやりますよね。ほんと素晴らしいと思います。
また S の安定型の人たちも自己主張もなんか曖昧で分かりづらいし、決断するのも遅いから優柔不断な感じがするんですけど、思いやりがあって忍耐力もあって誠実で責任感もある、もうほんと優しくてすごくいい人たちですよね。そして愛の感化型は、もうめんどくさがり屋だし、ルーズだし、だらしない、責任感はないし、おしゃべりだし、なんかダメなやつだと思う人もいるかもしれませんが、ポジティブだし、楽しいことを思いついたり、人に共感することも得意です。みんなを励ましたり、楽しましたりするのが好きで、人を喜ばせることも好きで、すごく楽しい人たちですよね。そうやって考えると、この世にダメな人なんて一人もいなくて、いろいろな分野でみんな優秀だし、必要のない人間なんて一人もいないんだということがわかります。そして同じタイプの中にもいろいろな人たちがいて、だから世界は楽しいんだなと思います。人を見下す必要もなければ、人と比べて自信を失う必要もないんだと思います。すべての人を尊重して、すべての人を愛することができたら素晴らしいなと思うんですが、なかなか難しいですよね。そうなれるように頑張りたいと思います。ちょっと今回長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。